スマホを床に置いて見ながらやりましょう。足を伸ばして座りましょう。つま先は真上向けて、くるぶし、足先合わせて、足の長さこれぐらいだなと覚えておいてください。1回で変化出るので楽しみにしててください。まずは開脚をしてご自身の股関節の柔軟性チェックしていきましょう。開けるところまで開いて、ゆっくり前倒れましょう。内もも伸びてれば OK です。理想は120度開いて、おでこが床につくことなんですが、僕はね、90度ぐらいしか開かないです。で、もう本当に最低ライン、90度開いて、せめて肘が床につくぐらいまで行きたいですね。僕ちょっと肘もつかないので、硬い方もね、大丈夫です。一緒に頑張りましょう。1回で変化実感できますので。よし、OK。そしたらまず、右足からストレッチしていきます。あぐらみたいな状態にして、こうやって右足をちょっと前に出して座りましょう。そのまま真正面に体倒していきます。右のお尻から外ももにかけてストレッチかけていきます。これも理想はおでこが床につくことですが、僕もちょっとね、肘はつくんですけど、おでこまではつかないです。最低でもね、肘が床につくぐらいまでいくといいと思います。で、いまいちお尻伸びないよって方は、足をもうちょい前に出したり、手前に引いたりとか、もっと体を前に倒したりとかね、いろんな角度で試してみましょう。終わった後ね、これも変化出ますので、楽しみにしててください。お尻伸び感出ない方、いろんな角度試してみてくださいね。うまく伸びなくてもね、やってるうちにできるようになりますので、大丈夫です。安心してください。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたらですね、このあぐらみたいな状態から、右足を左、こっちに持っていきましょう。で、この右足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻ストレッチかけてます。なるべくピンと姿勢を正してほしいんですが、そもそもこのポーズできないよって方は、右足、この辺でも OK です。右のお尻伸ばすことが目的なので、きつい方はね、右足ここでもいい。頑張れる方は、なるべく右足をぐっと抱えてお腹に近づける。さらに、ピンと姿勢を張るとね、右のお尻かなり伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。で、この時、肩にね、こう力入っちゃうと、なんか、股関節柔らかくなったけど、肩凝っちゃったみたいなことになるので、肩はね、なるべく力を抜いて、呼吸を止めないようにやっていきましょう。でね、うまくできないよって方もね、ついていけないよって方も大丈夫です。途中でサボりやったりとか、再生速度をね、調整しながらやってあげると良いと思います。OK。そしたら右足伸ばします。で、この状態でですね、右の内ももマッサージしていきます。こんな感じです。右の開脚して、こう、突っ張るところあるじゃないですか。その辺をね、痛気持ちいいぐらいで、マッサージしていきましょう。強くやればいいってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいがね、一番僕は良いと思います。で、この時も、すごい肩にこう力入っちゃう。特に女性多いので、肩はね、力抜いてください。強くやることが目的じゃないですからね。で、結構ね、この膝のあたりも硬い方多いので、膝の横ぐらいまでね、マッサージしてあげていいと思います。肩だけあんまり力入れないように意識を続けましょう。で、さっきね、YouTube 再生速度変えれますよって話したんですけど、再生速度変え方がね、わからないって方もいると思うので、概要欄に再生速度の変え方貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。OK。そしたら、この開いた状態ですね、なるべくこう股関節開く、なるべく開脚するイメージですね。で、そのまま体真正面に倒しましょう。内もものストレッチです。体は真正面に倒すイメージです。内もも伸びますか？で、つま先がね、こう前に倒れちゃう方いらっしゃると思うんですが、それでもね、内もも伸びてればもちろん OK なんですが、頑張りたい方はなるべく真上向けておいた方が内ももに効いてきます。で、倒れれる人はどんどん体前に倒れましょう。内もも伸びる感覚があれば、それでね、OK です。で、結構こう足痩せ、太もも痩せ、お腹痩せしたいんだけど、ストレッチね、どれぐらいやったらいいですかって聞かれるんですけど、理想はね、毎日朝昼晩3回なんですけど、そんなできないじゃないですか。僕もズボラなんでやりたくないんですよ。だから、ズボラストレッチの基準は、最低でも週に1回やれればもう習慣化。それでバッチリです。OK です。戻します。そしたらですね、この右足を両手でこんな感じで抱えましょう。抱えれますか？で、ゆらゆら揺らします。なるべくね、高い位置で揺らすといいと思います。手でこうやって掴んでもいいし、こうやってね、この肘の関節でこうやって引っ掛けて、これでもいいです。で、このポーズできないよって方、この辺でね、これでも OK です。股関節をね、ゆらゆら動かして緩ませるみたいなストレッチをしてます。
できる位置でいいですからね。もっと低くていい。これでもいいですよ。頑張れる人はなるべく高い位置で。腰、肩、股関節、痛みある方はね、無理せずやっていきましょう。呼吸だけ止めないで。肩ね、こんな力入って、肩凝っちゃったなんてなんないようにしてくださいね。呼吸が止めないで。よし、OK。下ろしましょう。そしたらもう一回ね、右足伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒します。さっきは真正面倒しました。今度右足の方に向かって倒します。で、掴める人は手でつま先掴みましょう。きついよーって人は、こんな感じでもいいです。膝の裏ももを伸ばすことが目的です。呼吸はね、止めないようにしましょう。ズボラのね、毎日の習慣化してくれる方は気づいたかもしれないですけど、この動画、なんか違うんですよ。いつもとわかります？これ一種目のね、秒数がね、45秒なんですよ。で、これね、45秒にしたね、理由があるんですよ。ちゃんと皆さんのためにやってます。めちゃめちゃメリットなんで、皆さんにとって。ちょっと最後までに、どっかでね、やりながら説明しますので、ちょっと45秒長く感じるかもしれないんですけどね、一緒に頑張りましょう。その分ね、効果絶対増しますから。OK。そしたら次はですね、体育座り。こんな感じで体育座りみたいにしましょう。で、右足を左足の、こんな感じで、かけます。で、なるべく右足と、胸、お腹を近づける。こうするとね、右のお尻伸びてくると思うんですが、こんなのできないよって方は、一回左足伸ばして、右足を乗せて、これでも OK。目的は右のお尻伸ばすことです。肩、腰、股関節、変な痛みがある方はね、無理しないでください。頑張れる人はなるべく姿勢をピンと胸張ってね、右足とお腹、胸を近づけて、右のお尻しっかり伸ばしていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。お尻伸びてますか？これね、一応僕分かりやすく解説してるつもりなんですけど、もしね、分かんないよってことあれば、遠慮なくね、コメント欄で質問していただければ、なるべく全部返信するようにしてます。OK。そしたらですね、次、右足伸ばします。で、右足伸ばして、左手で右のつま先を掴みに行く。こんな感じ。で、つま先でね、この指先触れてほしいんですが、僕硬くて全然届かないです。最低でもね、指先でつま先触りたい。まあね、つかない方も大丈夫です。この今左の脇腹、背中と右の裏ももをね、ストレッチかけてます。こうやって反動つけながらでいいです。で、これ終わったらね、皆さんお楽しみの足の長さね、今右足だけやったんで、右の足だけ伸びてるんで、これ、チェックしますからね、楽しみにしててください。呼吸は止めないで。あんまりね、肩、力入れすぎないでくださいね。よし、OK、よく頑張りました。そしたらそのままですね、両足を伸ばしてほしいんですが、はい。まさにこうやって、右足長くなってます。皆さんどうですか？変化わかりますか？このまま左足も一緒にやっていきましょう。左足を、ちょっとこんな感じで前に出して、そのまま体を正面に倒していきます。左のお尻のストレッチをかけてます。股関節ね、付け根がもしかして痛いよって方いらっしゃるかもしれません。そしたらね、ちょっとこう角度変えてみたりして、痛くなくてお尻が伸びる位置探してみましょう。理想はおでこが床につくことです。左のお尻伸びてますか？伸びない方、いろいろ角度試してみてください。これ結構ね、簡単そうに見えるんですけど、僕らがパートナーストレッチ、お客様にストレッチをかけるときも、お尻伸ばすのって結構難しくて、何回もね、角度変えて試さないと伸びないお客様もいるので、伸びない方もね、安心してください。別にそれがなんか、変だっていうわけじゃないので、そういうね、難しい、もともと部位なので、うまく伸びなくても大丈夫です。いろいろ角度試しながらね、一緒にね、伸びるようにしていきましょう。OK。そしたら次はですね、左足を右、こっちに持っていきます。で、この足をお腹にぐーっとつけます。左のお尻のストレッチしていきます。伸びますか？左のお尻。もしできないよって方、この足、前でもいいです。目的は左のお尻伸ばすことです。で、頑張れる人はしっかり左足をぐっと抱えて、ピンと姿勢を垂らす。それで、左のお尻伸びてれば OK です。どうでしょう？伸びてますか？肩ね、変な風に力入れないようにしましょう。
で、あとね、僕最近気をつけてるのが、種目と種目の間、10秒からね、12、3秒ぐらい休憩作ってるんですけど、それがね、遅い、早い、なんか短いとかね、あれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんがね、やりやすいように、なるべくズボラにできるように、毎日考えてやってますので、ぜひご意見あればよろしくお願いします。OK。そしたら次、左足を伸ばします。で、左の内ももね、マッサージしていきます。付け根から膝のあたりまでね、やってあげましょう。で、これね、どこを揉むのが正解っていうよりも、さっき開脚した時にピンと突っ張るところ、この膝のあたりとかね、あとはこの女性は気になる付け根の脂肪を落としたいとかもあると思うので、自分がね、気になるところを重点的に痛気持ちいいぐらいでやってあげていいと思います。で、特に血管がね、細い女性の方とかは、軽く揉むだけでもね、あざになったりするんで、本当に、力任せに揉んだからって効果出るわけじゃないので、痛気持ちいいぐらいで優しくね、やってあげましょう。あとストレッチやってるとね、結構皆さん眠くなる、このまま寝落ちしちゃうって方多いんですけど、めちゃめちゃいいことです。副交感神経が優位、リラックスしてるっていう証拠なんで、めちゃめちゃね、いいことです。そのまま寝ちゃっても何の問題もないです。OK。